こんにちは、狼子です。さよです。シティスカの続き、人口9万3000人からだよ。最後のタイルの開発中だね。10万人を目指してラストスパートだ。今ある道路沿いを埋めていけば良いところまで行くかな。むしろ余るかも。道路が余りすぎると見栄えが悪いから注意だね。そして最終回に建設するものといえば、そうだね、ロケットだね。説明によると、鉱石と油の加工品を材料にして実際に発射できるとか。ここに来て特化産業、輸入でも飛ばせるといいけど。一応組み立ては進んでるみたい。10万人到達までに飛ばせるかは怪しいところ。まあ飛ばしたければ、最悪延長戦でもすればいいよ。プレイしながら編集してるので、先の展開はまだわからないのである。と言いつつ、感想はもうできそうなので。始めますか、完走した感想を。まずプレイ全体の感想はどうでしたか？とても楽しゅうございました。すごく久しぶりの街づくりゲームだったけど、こう楽しみたいっていう期待をおおむね満たしてくれたね。王道というかシムシティライクというか、土台がしっかりしているだけに、そうそう外れにはならないゲームだ。あと次回作が出てるのもあってか、結構セール幅も大きいね。それはありがたいけど、バランスが DLC ありきなところもあって、DLC まで揃えようとすると、やっぱりそこそこするかな。全部買うくらいなら、2とかも検討していいかもね。逆に気になったところは、中盤には施設が出尽くして、もう量産するだけだったかな。街が大きくなると交通網が気になるけど、船や飛行機は終盤の解放なんだよね。そういうのもあって作りたい街や交通網がある人にはいいけど、そうじゃないと作るものは同じなのに交通だけ辛くてマンネリかも。ちなみにミコちゃんはどっちですか？調べ物なしでやるのはお腹いっぱい。今回は手持ちの知識発想の荒取りくらいで新規シールはなしでやったんだよね。これ以上やるならさすがに調べ物を解禁したい。君は模索することを楽しんでもいいし、模倣から始めてもいい。たまに強制的に歩かされてボス戦になるやつじゃん。さて、もうレビューは出揃ってるゲームだし感想はこんなところで。楽しいけど強いモチベーションあってこそ、という結論かな。そして人口9万6千人、終わりが見えてきたぞ。終わりを始めようか。視聴者。市長のお家ですね。ホワイトハウスじゃないよ。視聴者がなかったなら、今まで我々はどこで仕事を？安アパートの一室でみかん箱に向かってたよ。せめて人々が市長に憧れる程度の生活はしていただいて。というかさっきから気になってたんですが、何ですか後ろにある巨大輪は。我々が去った後もリプキューヨークの名は残り続けてほしい。そうサンタさんにお願いしたら空から降ってきたよ。石炭説が出てきた。あとは区画を埋めたり、公共サービスが行き届いてるかチェックしたり。メンテが終わるのが先か、10万人到達が先か。そしてロケットはいつ打ち上がるのか。感動のフィナーレは来年末公開。嘘やで。おっと、ロケットの建造が終わったみたい。建造が終わったと言ったが、発射準備が終わったとは言っていない。
まだ時間かかりそうですね。そんな光景を見ている間に人口は99,600人。あとはまったり見守ろう。いや、長かったね。この最終回が2026年1月、最初の投稿は2024年の6月だそうで、完結までの期間で言えば最長シリーズだね。いろいろあったけど、無事完走できてよかった。というところで、人口10万人達成だ。これで真のメトロポリス。しかしまだ裏メトロポリスと新メトロポリスを残している。ないです。じゃあ完成した都市を見て回ろうか。まずは最初のタイル。ここから全てが始まったんだね。ここ単体でも街になるくらい、基本的なものは何でもあるね。その一方でまだ砂利道もある、のどかな地域だ。二つ目のタイルは農業タイル。ミピキューヨートの食を支えてくれた偉大な地域だね。労働者はオフィスに取られてしまったけど、今はいくらか回復してきたかな。我々はこの地に爪痕を残していけただろうか。ミピキューしか残してないよ。三つ目のタイルは都会というか機械的というか。ゲーグリッドとフラクタルは大体を解決する。経由産業から林業に IT クラスターまであるお仕事の街だね。あとは交通実験に使わせてもらったところもあるね。良い街並みかと聞かれると肯定しにくいけど、街の発展に貢献してくれた大切なエリアだよ。4タイル目、ここは何？私にもわからん。レッドタウンかな。もしかすると動画でも一瞬しか触れてないかもしれない。まあ特に思い入れのない場所だってあるよね。ってことで、ここは流して次に行こう。5タイル目は海のリゾート。地形に合わせて、ここは曲線多めだね。本来作りたかった海水浴場とは違うものになったけど、想像と違うものができるのもまた楽しみだよね。今空中を歩く海パンおじさんがいたような。さよちゃんってばまた嘘ばっかり言って。6つ目のタイルも海沿いだけど、こっちは住宅街。貨物港もあるね。この辺では鉄道の動きが悪くて苦労したっけ？いつの間にか詰まりは見なくなったけど、一時停止の設定が効いたのかな。問題だけ解決したけどやっぱり何もわからない。雰囲気で街を作っている。7タイル目は空港がある国際的な地域。今までの知見を生かして総決算だ。なおこちらのオペラハウスの名称ですが、公募によりとびきりチーズバーガーに決定しました。とろりと垂れたチーズ、なるほどね。8タイル目は農業タイルの延長で、でも田舎というほどでもない郊外。世界から孤立した都市へに歪だった交通網を、文字通り複数の線が交わる網にしたい。そんな叶えられなかった思いを叶えるための延長線的な地域だね。川で分断されてる場所でやることじゃないけど、やる場所はここしかないからしょうがない。街を見て回った間にロケットの打ち上げ準備も完了。駆け込み乗車はおやめください。ドア閉まります。ロケットはそういうシステムじゃないでしょう。というわけで、当シリーズもおしまいとなります。ご視聴やコメントに高評価、ニコニコでは広告、YouTube ではチャンネル登録などなどありがとうございました。予告宣伝になるけど次回シリーズは来月からの予定だよ。今月末に最終アップデが入るとかなんとか。まあそちらは興味があればというところで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴はみこちゃんでしょ。最後くらい普通に終わらせてよ。